続報です。5月で給付決定、首相、国民と共に乗り越える特別定額給付金の2回目、いつからということで、給付金の最新情報についてお伝えしたいと思います。この特別定額給付金の2回目というのは、まだ給付があるかないかというのは分かってないんですけれども、その続報についてお伝えしたいと思います。で、今日この動画をご覧になっていただいている方は、給付金に関しての情報が出たらすぐに知りたいと思っていらっしゃる方、あるいは給付金の申請が始まったらすぐに申請をして、できるだけ早く給付をされたいと思っている方、あるいは給付金の受給を確実に完了させたいと思っていらっしゃる方がご覧になっていただいているパターンがほとんどだと思います。給付金に関する新しい情報が出ましたらすぐに動画でお話しさせていただきますので、ぜひチャンネル登録していただければと思います。まず最初にこちらの特別定額給付金の1回目10万円給付というものがどのような経緯で給付されたかというところに関しての資料がありますので、そちらをご覧いただければと思います。だいたい3分4分ぐらいのちょっと動画でご覧になっていただければと思います。こちらは特別定額給付金の1回目の給付が決まった時の安倍首相の会見になります。当時ですね、2020年の、その時の安倍さんの会見になります。今回、緊急事態宣言を全国に広げ、すべての国民の皆様にご協力をお願いします。感染症の影響が長引き、すべての国民の皆様が厳しい状況に置かれています。長期戦も予想される中で、ウイルスとの戦いを乗り切るためには、何よりも国民の皆様との一体感が大切です。国民の皆様と共に乗り越えていく、その思いで全国すべての国民の皆様を対象に一律に1人当たり10万円の給付を行うことを決断いたしました。収入が著しく減少し、厳しい状況にあるご家庭に限って1世帯当たり30万円を給付する措置を予定しておりましたが、国民の皆様から寄せられたさまざまな声、与野党の皆様の声も踏まえまして、さらに給付対象を拡大することといたしました。これに伴って現金給付の総額もこれまでの6兆円から14兆円を上回る規模へと大幅に拡大することとなります。補正予算の編成をやり直すこととなるため、さらに1週間程度の時間を要することとなりますが、速やかな国会成立に向けてご協力をお願いしたいと思います。ここに至ったプロセスにおいて混乱を招いてしまったことについては、私自身の責任であり、国民の皆様に心からお詫びを申し上げたいと思います。日々事態が大きく推移する中で、国民の皆さんの健康と暮らしを何よりも最優先に、そして国民の皆さんの声にしっかりと耳を傾けながら、常にベストな判断をするよう最善を尽くしていく、その責任をこれからも果たしていく決意であります。一日も早く現金を皆さんのお手元に届けられるように、実施にあたる自治体や関係機関の方々と協力し、政府を挙げて全力で取り組んでまいります。リーマンショックの時、全国民一律に配布した定額給付金の際には、皆さんに案内をお送りする作業だけで3ヶ月もの時間を要しました。そのため今回はスピードを重視するとともに、申請する人が殺到して感染リスクが高まることを避ける観点から
手続きについては市町村の窓口ではなく、郵送やオンラインによることにしたいと考えています。緊急事態宣言が拡大することにより、全国の観光業、飲食業の皆さん、イベントに携わる方々には大変なご苦労をおかけしています。事業者の皆さんへの現金給付も速やかに実施していきます。休業要請を行っている自治体では、個別に協力金をお配りする動きもありますが、国として休業要請した、そして休業要請に応じた方々のみならず、今回の感染症で売上が減少した事業者の皆さんを全国的に幅広く支援してまいります。といったような形で、全国民に10万円を一律で給付するといったようなことについての記者会見という形になりましたというところですね。安倍首相が当時コロナ禍にこのような形で記者会見を行い、国民の皆さんに語りかけたということですね。で、今中で少しお話があったように、単純にその10万円給付するというところでなく、それ以外についても、一律で事業者に100万円給付するとか、あるいは200万円給付するとか、そういったところについてもお話があったんですけれども、少なくとも国民の皆さんに対して給付をするというところについて細かく述べられているといったような形の会見でしたというところですね。はい。で、さらに今回の今のその会見で分かるところっていうのは、とにかくその国民と共に乗り越えると、この国難のコロナ禍をこの国民と共に乗り越えるといったような安倍首相のこの決意が感じられるっていうふうなことですね。その会見の中でもあったように、まさに今までお話しさせていただきたように、もともと30万円給付案で決まっていましたと。ただ国民の声を受けて、やっぱり一律1人10万円給付っていう形に変えましたよというふうなことでのお話がありました。で、さらにこの状況に応じて安倍首相もやっぱり30万円、1世帯30万円給付っていうところだったのが、それを1人10万円というふうな内容に変えたということについて、混乱を招きましたというふうに、それは私の責任なのでお詫びしますというふうに述べてますと。で、さらには、そういった中で、今回のこの10万円給付っていうのは、本当に国難な事態で、一刻を争うので、できるだけ早く給付するようにしたいと。その前にあったリーマンショックの時の一人何万円給付っていうふうなところでは、そういったお知らせを送るだけでも3ヶ月ぐらい要したと。のに対して、もうすぐに給付開始というふうな形にしたいので、できるだけオンラインですとか、あるいはそういった郵送っていうふうな形でできるだけ早く国民の皆さんに給付するということで努めますというような内容がお話としてありました。まさに国民と共に乗り越えるといったような覚悟についてお話がありました。それに関しての事業予算も数兆円、6兆円ぐらいから十何兆円になりますということでお話をされていましたという、安倍首相がこの5月給付で決定したということについての会見というものをご覧になっていただきました。さあ、振り返って岸田首相、まさにこの国難とも呼べるような物価が上がり、給料が上がってないといったような今のこういった状況の中で国民と共に乗り越えていくというふうな覚悟を持って、ぜひ今の国民の、全国民にですね、一律10万円給付といったような給付金をやっていただきたいというふうに思うものです。先ほども言ったようにこの特別定額給付金の2回目っていうのはまだあるかないかっていうのは分かってないんですけれども、それについて今後行われるであろう衆議院選挙などを経て、一律で10万円給付されるといったようなシナリオについていくつかお話しさせていただきたいと思います。A プランと B プランと C プランあると思います。これは何かっていうと、衆議院選挙によって自民党が
どれだけ議席を減らしていくかということの、その結果によっては、その以下によっては、どういった形で、10万円給付あるいは、給付金があるような形になっていくシナリオが予想できるかというところについてお話しさせていただきたいと思います。まず特別定額給付金っていうのは、先ほど言ったように、今の会見でもご覧になっていただいたように、2020年の5月にコロナ禍ですね、あった給付金のことですと。全国民を対象にして1人10万円を全員に給付しますというふうな給付金でしたというところですね。で、その2回目って何ということなんですけども、先ほど言ったように、国民としては非常に苦しいといったような現状がありますので、ぜひこのコロナ禍にあった10万円給付というものをやってくれという声がめちゃくちゃ上がっているということですね。で、先ほど言ったように、特別定額給付金の1回目、コロナ禍にあった1人10万円給付といった給付金は、国民の声を汲み取って給付が決定したという経緯がありますと。1回1世帯30万円給付っていうふうに決まっていたんですけれども、それを組み替えて1人10万円給付っていうふうな形になったということですね。で、ただ一つポイントなのは、この特別定額給付金の1回目っていうのは、自民党であるとか、あるいは公明党といったようなところで主に検討されていたということですね。で、もちろん国民の声を汲み取ったというところもありますし、他の党、国民民主党とかそういったところも10万円給付やりましょうということ、そういう声があったというものはあるんですけれども、とにかく自民党であるとか公明党、そういった与党の中でまず主に協議されたというところが、実際に実行されたというところにつながっていきます。今は10万円給付を政策にしている政党ということでは、国民民主党とか、あるいはれいわ新選組に限られるといったような形です。国民民主党10万円給付ということで政策にしています。あるいはれいわ新選組は春夏秋冬四半期に1回、1年間で4回ですね。年間で40万円この給付金を出すと。1人40万円出すということで、そういった政策にしています。またその財源もあるというふうに言っています。ただ野党に限られるということですね。で、これを逆転して大逆転、10万円給付といったような形になるシナリオについてお話しさせていただきたいと思います。この大逆転のシナリオとしては、先に申し上げると、とにかく衆議院選挙を迎えて、衆議院選挙で自民党が議席を減らして実現していくというふうなシナリオです。それについて細かくお話したいと思います。もう一度国民の声について、おさらいです。国民の実感ですね。とにかくコロナ禍よりも苦しいといったような実態があります。それは物価が上がっているのに給料は上がっていないということに他なりません。スーパーに行けば物の値段が2割3割上がっている。これはもう当たり前になってきました。物によってはもう5割上がっているということもありますと。で、あるのに対して給料は上がっていないといったような状態です。いやいや、新聞とか見ればベア 5% というふうな形で出てるじゃないですかと。あくまで新聞などで報道されているのは大手の企業に限ったことですと。我々一般的な国民の大半が勤める中小企業といったようなところについてはほとんど上がってないといったようなのが現状ですと。物価が上がっているのに給料は上がっていないということで、国民としては不満が募っていると。超低支持率になっているということですね。では、岸田首相はこの国民の声、めちゃくちゃ低い支持率になっています。なぜかというと、物価が上がっているのに給料は上がってないからです。それに対しての政策、例えば給付金10万円といったようなものをやってくれという声が上がっていると。その声を無視することができるんでしょうかというところですが、結論から言うと、岸田首相は国民の声を無視することはできませんといったようなことになります。なぜかというと、岸田首相が首相で居続けるためには解散が必要といったような背景があります。なぜかというと、今年の9月に自民党総裁選があるからですということになります。この9月に自民党総裁選がありますが、その1年後、来年の10月に衆議院の任期を迎えます。なので、ここまでには必ず衆議院、選挙が行われるという形になります。ほとんどが衆議院解散という形で、いくらか、その任期よりも早まって解散されて選挙というものが通例ですので、今回もこの来年の10月、あるいはそれより前の
段階、いずれかのタイミングで衆議院の選挙があるということになります。1年後に選挙を迎えるのに、自民党の党員が、あるいは議員が、この岸田首相を自民党の総裁として再選させるということは考えにくいです。なぜかというと、今めちゃくちゃ低い支持率になっている岸田首相を自民党総裁として再選させたならば、その1年後の衆議院選挙をそのめちゃくちゃ低い支持率の岸田首相で迎えなければならないからですということです。そうなれば自民党に票が集まらずに自民党の議員としては議員でいなくなってしまうということになるかもしれないので、岸田首相を変えようと、自民党総裁として落選させようというふうに動くはずですと。そのため岸田首相としては今このまま自民党総裁選を迎えるわけにはいかないと。なのでその前までに衆議院を解散、その前というのはこの9月の自民党総裁選の前までに衆議院を解散して、自民党はもしかしたら大きく議席を減らすかもしれません。めちゃくちゃ低い支持率ですので大きく議席を減らすかもしれませんが、なんとか過半数を確保して自民党総裁として、再選するというところを狙っています。過半数の議席を確保したので国民の信を得ました。自民党総裁としてもう一回再選させてくださいと。しかも選挙も終わりましたということで再選するというところを狙っていますということですね。さあ、岸田首相はいつ解散するというところを狙っているんでしょうかということですね。この1月から6月の通常国会の中で岸田首相は政治資金規正法の改正を行うというふうに言っています。今回のめちゃくちゃ低い支持率はこういった国民の生活が苦しくなっているということに加えて裏金問題というものがあったからに他なりません。その裏金問題に対応する政治資金規正法の改正をこの6月までの通常国会の中でやりますというふうに岸田首相は断言していますと。で、さらにはこの6月のタイミングで1人4万円の減税というものもスタートしてきます。1人4万円なので、例えばご家族の場合、お父様、お母様、お子様2人いた場合で、奥様が勤めに出ているよという場合は最大で14万円の減税、1世帯14万円あたりの1世帯あたり14万円の減税が行われるといったようなタイミングとも重なります。そのタイミングを狙って解散していくんではないかなというふうに言われています。さあ、衆議院解散はいつかということで、野党の議員が岸田首相に探りを入れています。れいわ新選組山本代表、いつ辞めるんですかと、いつ解散しますか、さらにいつ解散しますかということで、再三、合計3回ですね、岸田首相に国会の中の質疑で聞いていますと。そこで岸田首相はいずれも今は考えていないというふうに答えていますと。なるほどと。立憲民主党辻元議員が、総理4月に一か八かの裏金解散考えてるんじゃないですかという質問したところ、全く考えていないというふうに答えています。ちょっとニュアンスが違うの気づきましたでしょうか。解散しますかっていうことについては今は考えていないと。で、4月に解散するんじゃないんですかっていうことについては全く考えていないというふうに答えています。なるほどと。4月は全く考えてないけれども、それ以外のタイミングについては、今は考えてないよというふうな答えなので、なるほどということで言えば6月解散が見えてくるということですね。岸田首相の最新の支持率、岸田内閣の最新の支持率ということは、4月に行った世論調査ですね。時事通信が行った世論調査では支持率 16% ということで、なんと 10% 台になっているといったような状況です。不支持率も6割近くになっているという形ですね。そうなれば、通常であればもう 16% の支持率なんで、岸田首相さすがに諦めるでしょう、退陣するでしょうというふうにも思うんですけれども、岸田首相は諦めていないといったようなことになります。なぜかというと、去年のこの通常国会が終わる時期、昨年の6月のですね、通常国会が終わるタイミングで、岸田首相、解散考えてるんじゃないですかというふうな形でマスコミに聞かれて、状況によっては考えてますというふうに、状況によってはという形で答えていますというところですね。で、さらに、この
先ほどお話したこの特別定額給付金の1回目、安倍首相がコロナ禍に行った特別定額給付金の1回目のタイミングは、実はこの時安倍首相もやはり安倍内閣もですね、やはりコロナ禍でいろいろなことがありました。なかなか苦しい局面ということもあって支持率は結構低かったんです。安倍内閣といえば、ずっと長くですね、安倍首相が君臨してたので、ずっと支持率高かったんじゃないかな、人気だったんじゃないかなとも思うんですけれども、やはりちょっとさすがの安倍首相もコロナ禍ということで非常に苦しい、なかなか国民に評価されにくいような時期でもありましたと。実はこのコロナ禍のこの2020年の5月に特別定額給付金を出す前の4月のタイミングでは、実は安倍内閣の支持率ということでは 23% といったような形でめちゃくちゃ低い、この岸田首相とも近いぐらいのですね支持率だったというところですね。で、それがこの10万円給付というものを行ったこの翌月、つまり5月ですね。4月は 20% ぐらいだった支持率が5月に10万円を給付したといった形で、その瞬間に 38% に上がったと。大体 20% だった支持率が 40% に上がったっていう形で、約2倍に倍増しているっていうことがあるんですね。なので、岸田首相も同じくこの政治資金規正法の改正と同時に減税、おそらく1世帯14万円ぐらいになるこの減税をスタートしていくというタイミングになるので、さすがに2倍とは言わないまでも、それぐらいに支持率は絶対上がるだろうということで、おそらく目論んでいるという形になります。ということで、岸田首相やはり6月解散するんではないかなということが、やっぱり言われているといったような形ですね。4月の末に行われた衆議院の補欠選挙で自民党は3連敗しました。立憲民主党3連勝ということで、さすがに解散を行わないんじゃないかという声もありますが、岸田首相は首相で居続けるためには、とにかくこの方法しかないんです。この方法というのは衆議院解散しかないんですというところです。そこで岸田首相が諦めるとは思えないということですね。ここまでもいろいろ、例えば派閥解消ですとか、裏金議員に対する処罰ですとか、いろいろやってきました。自民党の中でも批判がたくさんありましたと。ただそれを乗り越えて、そういった形でいろいろと施策をやってきたというのは、とにかく岸田首相は首相でいるということは諦めていないということに他なりません。おそらく必ず岸田首相は解散をやってくると。必ず解散やってくると。なんじゃないかなというふうに思ってますというところですね。ただ、国民はめちゃくちゃ怒ってますと。めちゃくちゃ低い今の支持率が国民の感情を表しています。ここで解散を行えば、さすがに自民党大敗、過半数割りになるんじゃないかなということですね。で、そうなると、大敗して過半数を割るということになれば、他の第3党を加えて連立政権を組まなければいけなくなりますというところですね。もし他の3党目がどこになるかということで考えると、なかなか立憲民主党とか、それ以外の政党っていうのはなかなか考えにくいですというところですね。中で唯一国民民主党は自民党と政策協議やってたりとか、あるいは与党入りについても水面下で協議されたということもあって、もしかしたら自民党が大敗すれば与党入りするということについて可能性がある党ということになってきます。で、そうなると自民党、あるいは公明党ですね、そういったところは議席を大きく減らすという形になるということであれば、なかなかその後でそれぞれの党の代表を連立を組んだ後にですね、そのまま首相として推すってことがなかなか難しいかもしれませんと。で、そうなると、かつての村山政権のように、一緒になった例えば国民民主党の、国民民主党がもし議席を増やすと、それでさらに議席を増やすということになれば、じゃあ国民民主党は国民の支援を得たということで、国民民主党の代表を連立の代表としてですね、首相として推して、この玉木首相が誕生ということにもなる可能性はあるんじゃないかなというふうに思っています。さあ、ここで国民民主党の政策について確認したいと思います。ピンときた方もいらっしゃると思います。そうです。先ほど10万円給付を政策にしている党ということで挙げさせていただいた国民民主党です。ただ野党に
限られますと。10万円給付を政策にしている党は野党に限られます。国民民主党も野党ですよというお話をしたと思いますが、その国民民主党が与党入りといったような形になれば、国民民主党の政策が実現に近づいていくという形になります。国民民主党の政策、確認したいと思います。インフレ手当ということで、国民1人当たり10万円給付というものがあります。さらには、消費税減税というものも、政策の柱にしています。実際に去年の11月に参議院に消費税減税法案ということで法案を提出しています。国民民主党としては10万円給付以外にも消費税減税をやっていくということで、とにかく国民に還元するというふうな政策が、国民民主党の政策の柱になっています。消費税減税が望まれる理由というところをまとめてみました。こういった給付金の動画出させていただくと、たくさん再生していただいて、コメントもたくさん、ご意見もたくさんいただくんですけれども、その中で多いのが、この10万円給付に対することに加えて、消費税減税に関するようなご意見もたくさんいただいています。それは何かというと、消費税の負担が大きいですよっていうふうな声がやはり一番大きいです。何か物を買うということについて、常に 10% かかってくるというのが消費税なので、その負担が大きいですという声ですね。で、その負担がなくなれば、経済的影響は持続していくということもありますし、その税金がなくなれば消費の刺激にもなって、景気の回復にもつながるというお声があります。さらには、税負担の公平性ということで、収入が多い人からたくさん取って、収入が少ない人からはそれなりに取るというのが、公平であるということの、税金の取り方なので、同じ値段のものを買うんであれば、収入が多い人少ない人どちらからも同じ額もらえますよっていうこの消費税についてはちょっと不公平だっていうふうなお声もありますということですね。さあ、国民民主党に聞いてみたということで、分かりやすく言うと、国民民主党の玉木代表が実際に政権を握る、つまり首相になるという形になった場合に、ちゃんと10万円給付とか消費税減税とか実現に向けて動きますよねということを聞いてみました。国民民主党の本部に連絡したところ、玉木代表はいらっしゃらなかったんですけども、本部の方が、衆議院選挙、来たるべき衆議院選挙に向けてブラッシュアップ、政策を少し、より良いものにしていくという可能性はありますけれども、この柱の政策はブレる可能性は低いと思いますと。10万円給付、消費税減税については、ブレずに実現に向けて動いていきますというふうなお話でしたと。なるほどと。信じますよ、国民民主党と。いうことで、もし玉木代表が首相、あるいは国民民主党が与党入りということになれば、10万円給付、あるいは消費税減税に向けて動いていくというふうなことをお話しいただきましたというところです。ただ、すべては衆議院選挙にかかっているということがあります。で、すべては衆議院選挙にかかっているというのは、とにかく選挙でこの自民党が与党でいるという状態をひっくり返さないとなかなか10万円給付というような形での給付金を実現することが難しいというところですね。岸田首相は再三この全国民10万円を給付するような給付金っていうのはコロナ禍のような国難な事態でないとやらないというふうに言っています。国民の実感としてはコロナ禍よりも苦しいんですよというものがあります。例えば外食に関するような産業、あるいは交通、あるいは宿泊に関するような事業ですね。旅行に関するような事業。そういったところは外出制限とかありましたので、やっぱり苦しかったと思います。ただ我々の一般的な国民の大半が勤めているそれ以外の産業については、コロナ禍よりももしかしたら今の方が苦しいと。物価が上がって給料が上がってないっていうふうな状況なので、コロナ禍よりも苦しいですよっていう実感があると。ただ、岸田首相としてはコロナ禍よりも苦しくないでしょっていうことを言っているので、なかなか今の自民党政権のままでは10万円給付されるっていうことはおそらくないと。とするのであれば、自民党が選挙で負けるということが必要になってくるんですけれども、当然衆議院で過半数の議席を割るというふうなことが必要になってくるんですけれども、その選挙にかかっているということになってきますと。小選挙区制度の闇ということで、小選挙区、全国の小選挙区で結構勝ってるのが自由民主党ですと。で、なかなかそれをひっくり返しにくいというこの小選挙区制度の闇というところについてお話しさせていただきたいと思います。まず結局地元推しに入れてしまうと
いうものがあります。例えば、ここで言うと、千葉14区であるとか、千葉4区というふうな、そういう小選挙区になるんですけれども、ここには野田元総理という方がいらっしゃいます。今、立憲民主党の勢いがあるので、もしかしたら野田総理また誕生するんじゃないかなということも言われていて、野田さんご本人も、最近の報道で、首相として再登板ありますかっていうふうなことに関しては、否定もしてないという形なので、もしかしたらもあり得るような、そういったお方なんですけども、地元でもやっぱり人気がめちゃくちゃありますと。で、その野田さんが、もし自民党の議員だった場合、あるいは裏金を今回やってました。キャッシュバック、ごめんなさい、キックバック受けてましたという形になった場合に、そのまま野田さんに入れますかということなんですが、もしその場合を想定したときに、自民党が良くない、人気がないというところだったりとか、政策が良くない、あるいは野田さんが裏金やってましたということになったとしても、野田さん個人的に悪いっていうわけじゃなくて、自民党の慣習でやってたんでしょうと。それは野田さん人気あるから、政治資金パーティーやったらたくさんパーティー券売れますよね。たくさんキックバック受けますよね。でもそれは党内の慣習でやってたことだから、野田さん個人的に悪いものじゃないんだけどもなと。もし刑事罰とかまで受けてないとするんであれば、じゃあまた野田さんに投票しようかなということで、また当選させてしまうということがあったりとかします。で、これ、野田さんのように、人気のある議員がたまたまここにいるっていうふうなことじゃなくて、各小選挙区、地元の議員、各地方で、それぞれの地方の思い入れのある議員が当選してきてるっていうのが、小選挙区なんで、何も野田さんに対する感情がこの船橋で特別に起きてるってことじゃなくて、多分各地域の各議員、そういった思い入れ、各地域の人があるので、自民党の議員だって、裏金やってたとしても、もしかしたら当選させてしまうような選挙区もあるんじゃないかというところですね。当然、いくらか落選すると思いますし、裏金やってたとなれば、当然、落選の確率は高いと思います。ただ、もしかしたら再選してしまう可能性もあると。結局、地元推しに入れてしまうということがあります。例えば、野田さんともなればですね、お人柄が素晴らしいので、今回は裏金やってましたんで、衆議院議員として立候補しません。辞退しますということでおっしゃるかもしれません。仮の話です。ただ、実際にもし立候補した場合は、地元推しの、そういった候補に入れてしまって再選させてしまう可能性があるんではないかなということですね。で、その流れで与党アドバンテージっていうものもあります。野田さんは、立憲民主党なので、今は野党なんですけれども、例えば自民党だった場合ですね、今回自民党はもしかしたら政権を失うというふうに言われているんですけれども、もし自民党が政権を失うまではいかない、議席は大きく減らすけれども、政権を失うというところまでいかないなと思うのであれば、地元の小選挙区で当選する議員は、ぜひ与党の議員であってほしいと思うようなことのことですと。地元の議員が与党の議員であれば、地元にとってもしかしたらいい政策をしてくれるかもしれないというふうに思うというところで、さらに実際に地元にとっていいような政策をしてくれるかもしれませんというところで、そういった与党になるだろうっていうふうな、そういった政党の議員に投票してしまいがちというところがあります。それが与党アドバンテージですね。で、それから、擁立されていない選挙区があるということで、自民党は全国の小選挙区に対して立候補者を立ててきますと。もちろん現役の議員もいるでしょうし、それに代わるような新たな議員というのも、その全国の小選挙区で津々浦々大体全部立ててくるというところです。それに対して野党っていうのは、立憲民主党ですら、そのうちの何割かしかフォローできてないというふうな形なので、そういった投票したい政党があったとしても、その候補が自分の小選挙区、地元の小選挙区に立候補してない、擁立されてないっていうふうなことがあるということですね。これは例えば、10年ぐらい前に、例えば維新が全国的に人気になりましたと。関西ですごい議席を伸ばしていて、全国的にも世論調査をすると人気があると。ただ、自分の小選挙区には立候補している維新の議員がいないというふうなこともあったりしました。それで維新がなかなか、世論調査をするとかなり国民に評価されているんだけども、比例ではある程度議席は確保しても、小選挙区ではなかなか伸びにくいと。そもそもその候補が、その自分の
小選挙区に立候補してない。全国で立候補者を立ててないということがありました。そうなるとなかなか議席を伸ばしにくいと。とりわけ野党については、そういった全国に立候補者を立てるというのはなかなか難しかったりするので、なかなか議席を大きく伸ばしにくいっていうふうなところがあったりします。でそれから野党共闘っていうのがあるんですけども、これは自民党でないと思うんだったら、野党で候補者調整するので、その候補者、我々野党で決めた、協議して決めた何党かわからないですけども、その共闘している政党であれば、その政党の候補に目つぶって入れてくださいということですね。で、それはそもそも論理が破綻してて、なかなかそういったことでは議席を伸ばせないというものがあったりとかします。そもそもその政党だとか、あるいは候補のその政策について納得して投票するっていうのが選挙ですと。で、それに対して、今言ったように自民党でないと思うんだったら、我々で決めた候補の、どの政党か分かんないし、どの候補か分かんないけど、目つぶって入れてる。それはなかなかありえないですよ。これは野党が反省しなきゃいけないところではありますというところですね。ただ、今回のこの衆議院の補選、3小選挙区というところについても、ちょっと共闘に近いようなことをして、当選してきたというふうな選挙区もあったりするので、必ずしも悪いというわけではないですし、今後もしかしたらこの補選の結果を踏まえて、野党共闘というふうに動く部分も否定できないというところがあります。なのでなかなか難しいところであるんですが、一気に議席を伸ばすと。一方向に自民党じゃないとみんなが思ったら、じゃあ野党共闘しているその候補にみんな一気に票を入れるということにはなかなかつながらないと。ちょっと割れたりするっていうふうなことがあったりとかしますということですね。じゃあどうすればいいかということで、比例に絶対どっかに入れるっていうのがあります。例えば、先ほどの例で言うと、野田さんと。野田元総理という方が地元では超人気で、野田さんはいいなと、小選挙区で野田さんに入れたとしますと、仮に。ただ、なかなか、立憲民主党についてはちょっと疑問符がつくなというふうなことがあったとします、仮に。で、あったとしても、白票にせずに、必ずどこかの党には入れるということですね。それが大事になってきます。で、自民党以外の政党のどこかには必ず入れるということで、自民党以外の政党の候補が当選するという可能性が増えるので、比例では例えば野田さんだけでも立憲民主党じゃないと思った場合にも、どこかの政党に入れるということをやっていくっていうことが必要になりますというところですね。さあ、衆議院選挙に向けて準備が着々と進むということで、先月の末、4月22日にですね、今国会で政治資金規正法の改正を行いますということで、岸田首相は明言しています。それから、その同じ日にですね、このタイミングで財務省が中小企業についても 63% がベアしましたよと。給料が上がりましたよというふうな資料を出してきています。63% といえば3社に2社ぐらいの割合で中小企業が給料上がりました、ベースアップしましたよということなので、本当にそんなことあり得るのかなと。我々の実感と全然違うぞと。どういう調査をしたのというふうにも思えるんですけれども、調査の方法とかは置いておいて、財務省がこのタイミングで中小企業を 63% ベアということで発表してきたというところがポイントなんじゃないかなというふうに思っています。つまり衆議院解散に向けて準備着々と進めているんだなというところが透けて見えてくるというところですね。さあ、衆議院の選挙結果の予想ということでお話しさせていただきたいと思います。先日発表された週刊文春、文春法ですね。4月の11日にあった週刊文春の文春法、衆議院自民党大敗の記事で予想されていた与党の議席減の数と我々のこの議席の減の数が全く一緒だったと、完全に一致したというところなんですが、その予想の内容というところについてお話しさせていただきたいと思います。自民党は260議席、公明党は32議席、今のところ衆議院の議席を持っていますと。
で、小選挙区190、比例区70ということで、自民党はめちゃくちゃ小選挙区で勝ってきてますと。先ほどから繰り返しお伝えしているように、全国の小選挙区津々浦々でちゃんと勝ってきているというのが自民党になります。で、その190の小選挙区の議席のうち、裏金議員議席50、そしてそれ以外を140ということで分けました。裏金議員は5割負けさせるということで25議席減らすと。さらにはこの140議席も先ほど言ったように地元推しに結局入れてしまうっていうものがあるとしてもなんとか2割負けさせるということで、112議席ということで予想しました。比例区は自民党の最新の支持率 23% をそのまま入れて40議席ということで予想しました。合計で177議席ということで、大量の83議席減ということで予想しました。公明党は今回裏金に全く関係ないというところがあります。そして全国津々浦々の組織票に支えられているというところがありますので、もともと比例区が多いというような政党であるというところもありますし、先ほどから繰り返し言っているように裏金に全く関係ないので、小選挙区、比例区ともにもしかしたらそのまま議席確保してくるんじゃないかなというふうに予想していますと。合わせて209議席ということで、定数465の半分、233議席を大きく割り込むといったような形になりました。さあ、この209議席に入っていって連立を組むということで予想される国民民主党の本気度というところについて確認をしてみました。前回は21名擁立立候補して当選11名ということで、なんと半分以上当選してきていると。かなり高い確率で当選をしてきていますと。今回はどれぐらい立候補しますかということで、国民民主党の本部に改めて聞いてみました。今ホームページには25名立候補公認しますというふうなことで表示があります。それに現職7名加えて、じゃあ30数名立候補するんですかということで聞いてみたところ、いや、今の数以上に立候補者もっと立てたいと思ってます。公認したいと思ってますので、地方議員とかもいますし、もう少しこの立候補者立てていって、40名を超えるぐらい公認していきたいというふうに思っていますというふうなお話でした。なるほどと。国民民主党本気ですねと。で、今の現職の議員もいますし、あるいはこの今回国民民主党結構勢いあったり、国民の人気も伸びてきたり、支持率も上がってきたりしているので、30名を大きく超えるような議員を当選させるということももしかしたらあるんじゃないかなというふうにも予想できます。そうなると、自民党、公明党に加えて国民民主党30名ぐらいを加えてですね、過半数確保という形で政策を実現していくという可能性があるというところですね。さあ、岸田首相、大雨処分ということで、ますます国民の声がふざけるなという形で上がってきているというところがあります。岸田首相は令和4年の6月に開催した岸田首相自身の政治資金パーティーに新たな疑惑が浮かび上がりました。これについては、有名な大学教授が岸田首相のことを告発しています。あるいは最近では広島の、岸田首相の地元ですね、広島の地元でですね、その市民団体がこの政治資金パーティーについて同じように告発をしていると。広島地検はこの2つの告発について、受理しているかどうかというところについて、明らかにしていませんが、いずれにしても岸田首相が自身の政治資金パーティーについて告発をされたということが、国民の反感をさらに買っていると。さらには裏金議員85人に対して、なんと処分しない議員もいたと。半分の39人だけ処分というふうな形にとどまり、非公認か、あるいはそれ以上もしますというふうに言っていたものの、処分しない議員まで生まれているといったような状況ですね。裏金500万円未満の議員については処分見送りといったような形になっていて、ふざけるなといったような国民の声が上がっているというところです。さらには岸田首相自身、総理は処分の対象外ということで怒り心頭といったような状況になっています。最新の世論調査、JNN が行った岸田総理も処分を受けるべきだという声が 61% に上っていると。さらにはこの世論調査が発表された翌日ぐらいに、朝のテレビ番組であったですね、リモコン使って臨時でこの世論調査する
やつでですね、そのアンケートで、この岸田首相も総理受けるべきかどうかというところについては、9割、90% を超えるような人が、処分を受けるべきだというふうに答えています。あるいは、それが国民の本当の支持率といったような可能性もあるということになれば、さらに議席を減らしてくるといったような結果になるんではないかというふうに言われています。これがまず A プランですね。自民党が大きく議席を減らして、そこに第3党が入っていって、その第3党は国民民主党になるんではないか。その国民民主党が押されて、与党入りするということになれば、この10万円給付を実現していく。政策の柱が10万円給付、あるいは消費税減税なんで、そういった政策の実現をしていくんではないかと。国民民主党としてもそれをやっていく気概はあるし、あるいは立候補者もかなり立てて本気で狙っているといったようなところですね。これがまず A プランですね。可能性としては、昔は、少し前はですね、これが一番高いんじゃないかというふうに思われていました。ただ、最近はそうでもないといったような風潮になってきました。それは何かというと、もう自民党はそういったぐらいの、負けというところにとどまらず、めちゃくちゃ負けるんではないかと。第3党を加えて政権を維持するどころではなくて、さらに負けるということですね。その可能性についての考察をしたいと思います。これが B プランですね。はい、6月解散するものの自民党大敗して政権交代も行われてしまうと。自民党が与党ではなくなりますよという形ですね。で、そうなった場合は、給付金の給付がさらに早まるんじゃないかということを、B プランというふうに予想しています。まず4月11日に先ほどお話したように文春法、文春の報道がありましたと。それは何かというと、とにかく自民党がめちゃくちゃ大敗しますといったような予想です。ちょっともう次の号も出てるので、なかなかこの号っていうのはもう書店などにも置いてないと思うんですけど、バックナンバーとかではあると思うんですけども、とにかくそこでは、自民党が野党になると、そういう前提で考えられるようになってきました。この文春の報道後、自民党野党になりますよと、そこまで負けますよということで報道されて、世の中もそれを想像していくような風潮になっているというところですね。今まで政権交代まではないと思われてたんですけれども、いやこれはあるぞと、自民党負けるぞっていうふうなことで動き始めたというところですね。で、補選でさらに3連敗っていうのもあったので、もう世の中は政界だけじゃなくて、世の中の我々一般的な国民ももう自民党がもう負けるということで考えていっているというところですね。もう野党同士で実は牽制が始まっていたりとか、あるいは国会でも野党があんまりこの自民党を詰めすぎないっていうふうなことが起きてたりとかします。それは何かっていうと、野党としてはその後にも政権を握るっていうことになればブーメランになって、今度自分たちがめちゃくちゃ詰められるようなことになったりとか、あるいは自分たちも指摘を受けるようなことがあったりとかするので、ちょっと自民党に対する追及がちょっと甘くなってるんじゃないかなと個人的には思ってます。で、そんなに急に変わるのというような声もあると思いますと。ただこんなに急に変わるようになったのは、何も今回自民党がひどいと、あまりにもひどいということに加えて、インターネットが普及したというところにあります。情報の伝わり方のスピードアップがされているというところに他なりません。我々の世代ですね、30代、40代、50代とか、いわゆるいろんなこういった情報の媒体とか駆使して情報を入れるような世代に加えて、高齢者にもスマホが行き渡り、その高齢者も YouTube とかを見るようになったというのが、ここ2、3年、あるいは4、5年じゃないかなというふうに思います。で、その高齢者も YouTube とかを普通に見るようになった中で、政治家が YouTube を使ってめちゃくちゃ発信をするようになったのがここ1、2年、特にここ1年じゃないかなというふうに思ってます。例えば NHK 党の立花党首とかが、この YouTube をめちゃくちゃうまく活用して、例えば NHK 党の中でいうと、例えばガーシー議員といったような議員も衆議院として当選するといったようなことがあったりとかしました。そういったこともあるぐらい、とにかく YouTube をうまく活用するということで、
この政治の流れを大きく変えると。情報の伝達、我々国民に対しての情報の伝達のスピードがめちゃくちゃアップしたので、一気に変わるっていうこともあり得ると。自民党があまりにもひどいということに加えて、情報の伝わり方もめちゃくちゃスピードアップしているということがありますと。さあ、週刊文春が近い未来の現実を見せたっていうことですね。で、近い未来の現実を見せたっていうのは、週刊文春がめちゃくちゃ緻密に予想を立てたということで、なるほどと。この記事、この内容だったらこれあり得るかもなっていうことで、近い未来の現実を見せたことで、政界、あるいは我々一般的な国民も、いや、これあるぞというふうに予想していくことになるんですけれども、その裏付けとなり得るぐらいの予想を立てているということですね。もともと次の衆議院選挙の予想を出しているメディアっていうのはほとんどなかったですと。有刊紙、例えばいわゆるタブロイド紙ですね。とか、週刊文春もそうなんですけども、週刊誌とかの、この簡単な予想だけをしているということしか報道されていませんでした。それに対して、この週刊文春の4月11日の記事っていうのは、全選挙区を予想したと。さらには、緻密に予想したというところですね。どのような根拠で立てたかというと、2021年の衆議院選挙、あるいは2022年の参議院選挙のこの得票数というところから、加えてですね、この今の政党の支持率の変化から導き出した今のトレンドからまず議席の予想をしたと。で、さらには103の激戦区、ちょっと自民党が勝つか負けるか予想できないなっていう激戦区については、その各地域の有力候補の講演会とかに対して現地取材もやってると。めちゃくちゃ緻密に立てた、これ以上ちょっと無理でしょっていう風な根拠で予想を全選挙区に立てたと。で、その結果自民党大敗しますということで予想していると。どれぐらい大敗するかと。自民党、公明党で過半数割れするというふうな形で、野党の大連立政権っていうのも可能になるという予想を出してきているということですね。今まで政権交代はないと思われたんですけども、いや、これはあるぞということで、政権交代がある前提で今、政界、あるいは我々の一般的な国民の中でも動き始めているというところですね。さらには4月22日、週刊現代の追撃法ということで、週刊現代もこの週刊文春と同じように自民党が大敗するという形での予想を緻密に出してきているということで、同じレベルの大敗の予想ということで、週刊文春が自民党をぶっ壊すということですけども、週刊文春に加えて、この週刊現代も同じようなレベルの大敗を予想したことで、もうこれ本当自民党大敗するなという流れにさらになってきているといったような状況です。さあ、そして自民党がこの大敗して、この B プランについては、野党の大連立政権になるというふうな予想ですと。で、野党大連立政権になった場合って、野党がたくさん一緒になって政権を作るっていうことで言うと、調整難しいんじゃないの？例えばその中に国民民主党が10万円給付やりましょうと言っても、なかなか実現しないんじゃないのというふうに思いがちなんですが、実は野党の政策っていうのは、どの政党も国民に対しての還元、給付金であったりとか、あるいはベーシックインカムのような国民に還元するといったような政策がめちゃくちゃ多いです。あるいはその消費税減税もそうですね。そういった形でとにかく国民に還元をしていくっていうふうな政策が多いのは野党なので、自民党、公明党に国民民主党が入ってその10万円給付を実現していくということよりも、あるいは容易にやりやすいというふうな可能性もあるということですね。国民民主党は10万円給付ということで言っていますと。れいわ新選組に関しては先ほど言ったように春夏秋冬、四半期に1回ずつ1年4回10万円給付、1年で40万円給付するということで言っています。その財源もありますというふうに言っています。で、維新に至ってはベーシックインカムっていうことで6万円から10万円、一月6万円から10万円をそれぞれ国民に給付するということで政策の柱にしています。目玉にしていますと。あるいは立憲民主党は1世帯3万円給付ということで給付金を政策のうちの一つにしていますということで、とにかくベーシックインカムですとか減税とかあるいは給付金ということで野党は国民に還元する政策っていうのが
多くありますので、おそらく野党の大連立の政権になった方が全国民10万円給付っていうのは実現しやすいんじゃないかなというふうに思っています。もし6月に解散されないと起こることについても予想しました。じゃあ自民党を大敗しちゃうのねと。じゃあ解散するのやめたということで、もし岸田首相が判断した場合、さらに自民党の支持率が下がるっていうふうな可能性もあったりとかします。自民党がこのままいったんでは大敗してしまうということで、岸田首相がじゃあいよいよ諦めますということで、9月の総裁選を迎えて、総裁を変えますということで、自民党再起というか、そのまま政権維持を狙っていくということで、もし判断した場合ですね、通常であれば自民党の総裁が変わる、つまり首相が変わるということになれば、支持率が大きく回復するというのが今まででした。ただ、こういった形で情報の伝達がめちゃくちゃ早いと。新聞あるいはテレビといったようなところで、主に国民にじわじわ伝わっていくと。あるいはそういったマスコミの恣意的な伝え方もあって、なかなか与党がその後大きく大敗していくとか、あるいは支持率を大きく下げるということがなりにくいような状態であったのが過去ですが、今となってはこういったインターネットあるいは YouTube で急激にいろいろな情報が伝わるようになっているので、自民党の総裁を変えたところで支持率が回復しない可能性があります。さらに支持率が下がっていったり、あるいは先ほどお伝えしたように 16% といったような形で支持率が変わらない、20% ぐらいで自民党の支持率が変わらない場合もあり得ますということですね。で、そうなるとそこで解散しようと思ってたけどもできないとなります。さらには解散が伸びれば伸びるほど野党の準備が進んでいくと。なかなか全国の小選挙区に立候補者を擁立できない。なぜかというと現職じゃないからっていうのが野党の弱いところでしたと。ただ選挙が1年後にあるということが分かっているので準備を進めやすい。さらには自民党が解散する時期を後に延ばすということであれば、着々と野党の準備が進んでいくということにもなります。支持率が上がらない、さらに野党の準備が着々と進むということになれば、自民党の議員としてはこのまま自民党の議員でいたのでは、もしかしたら次の選挙で負けてしまうかもなというふうに予想して自民党をどんどんやめていくと。自民党の離党ドミノまで起きるんじゃないかなというふうに思ってます。ますます政権交代の可能性が高まるというところですね。まさにこの4月11日の文春報道の後、世の中が自民党大敗で、自民党が負けるという前提で動き出したという形ですね。そして野党が大連立を組んでこの10万円を実現していく、10万円給付を実現していくといったようなプランでした。これが B プランです。で、この B プランでやるということについて、当然自民党としては認められませんと。野党の政権になっちゃうなんて当然したくないんで、解散を先延ばしすることもできないし、いざ解散ということで、このまま挑んでもですね、もしかしたら他の政党を加えていくっていうぐらいで、連立の流れも変わってくるし、あるいはその連立を組んだらなかなかちょっと自分たちの政権運営も難しいんじゃないかと。とにかく議席を減らさない方法はないかということになると、この C プランですね。もう岸田首相には裏金解散しか残されていない。さあ、どういうことかということについてご説明します。今普通に衆議院解散総選挙を行ったんでは、自民党大敗して政権交代になっちゃいますと。で、今の B プランでご説明したように解散せずに自民党総裁選を迎えるということになると、普通に岸田首相は落選して首相交代になりますと。岸田首相としては、自民党大敗しても良くないですし、普通に総裁選迎えたんでも、首相交代させ、代表じゃなくなっちゃうんで、自民党総裁選で落選しちゃうんで、首相じゃなくなっちゃうと。じゃあ何かいい方法はないかな。とにかく解散はしなきゃいけないと。解散はしなきゃいけないんだけども、負けない方法ってないかなというところで、この小泉純一郎が行ったような、この郵政解散という形を真似るというところしかないというふうに思ってます。
この小泉純一郎が行った、小泉首相が行った郵政解散ってなんだっけというところなんですね。郵政の民営化を賛成か反対かということで、民意を問うということで選挙を行ったということですね。国会でこの郵政民営化について、国会で否決されたと。自民党の議員の中からも造反する議員が出て、なるほどと。この郵政解散が、郵政民営化法案が否決されたという形で、じゃあ解散だということで、衆議院を解散したというのが郵政解散になります。郵政民営化をかけて衆議院を解散しましたと。で、自民党の議員の中からもこの郵政民営化法案について反対ということで造反した議員がいましたと。で、その議員を自民党非公認として、その議員の選挙区に資格を送ったというふうな形ですね。結果、自民党が圧勝。小泉首相の立てた候補がたくさん勝ってですね、圧勝して郵政民営化法案が可決されたと、後に可決されたというふうな、そういった郵政の解散、あるいは郵政民営化に関する、小泉首相が行った、そういった小泉劇場と呼ばれる、この郵政解散、そして郵政民営化法案といったようなところでした。そういったような形で、岸田首相も、ごめんなさい、これ、おっていう字が間違えてるんですね。文雄のおが、すいません。文雄のおが、確かこうだという形で、ちょっとすいません。視聴者の方から、コメントいただきました。ありがとうございました。で、この岸田首相は、この裏金解散、民意を問うという形で、民意に沿った裏金解散というものを行ってはどうかという、この C プランの提案になります。岸田首相がこれを考えているかどうかわかりませんが、岸田首相としては、この民意を問う、この裏金解散、裏金解散ってさすがに言えないと思うんで、政治資金解散とかですね、そういったような形でもうやるしかないんじゃないかなというふうに思ってますと。で、これは何かっていうと、今、この政治資金規正法の、改正案っていうのを、国会に出してきているわけですけれども、なかなか国民からの批判はやっぱり消えませんというところがあります。それは議員が、もしその議員の事務所がですね、何かそういった裏金に関わるようなこととか、あるいは政治資金の不明瞭な、そういった使い方というものが発覚した場合は、そういった経理の担当者だけじゃなくて、ちゃんと議員も同じように、処分されますよねというふうなことでの、そういった、政治資金規正法のこの改正案というふうな形になっていない部分もあるということで、国民の批判をめちゃくちゃ受けてますと。岸田首相はここまで派閥の解散であるとか、あるいは裏金議員の処分ということを、結構着々とやってきましたということであれば、ここで国民の納得いくレベルの政治資金改革を行う法案を提出して、それに反対するような自民党の議員、あるいは野党であっても、野党の議員の中にも、この政治資金、そこまでの政治資金改革を行うような、そういった法案っていうのについては、もしかしたら反対の声があるかもしれません。それはこの郵政民営化と一緒ですね。それについては反対します。自民党の議員も反対する議員が生まれて、あるいは野党の議員からも反対の声が出ると。当然、繰り返しですけども、野党の議員の中にも、そういった、使い方が不明瞭な、政治資金の動きをしているというふうな議員もいるはずですというところで、そのレベルでの政治資金改革を行う、そういった改革案というものを法案として提出し、それに反対する野党とか、あるいは自民党の議員というものがいればですね、この郵政解散と同じような構図になりますと。岸田首相のその法案に賛成の自民党議員と、その法案に反対する自民党議員、あるいは野党の議員という構図になります。
この自民党 VS 自民党で造反する議員と野党という形になってますが、忘れちゃいけないのが、この自民党 VS とこういう形になった場合に、政治資金改革について徹底的に行うっていうもし法案を出せば、この自民党の裏には国民の民意が味方としてついてくるっていうふうなことですね。その民意を味方につけて、自民党の造反議員、あるいは野党の議員、反対する議員と戦うということになれば、同じように国民がついてきますので、この岸田首相の立てる、その議員ですね。あるいは造反する自民党の議員の選挙区に対しては非公認だったりとか、あるいは資格を送るということになれば圧勝という形になる可能性もあると思います。岸田チルドレンというものが大量に生まれるかもしれません。この小泉純一郎の郵政解散では、小泉チルドレンと言われる人が83人当選しました。新人の議員が83人も衆議院議員で生まれると。信じられない、そういった選挙になりました。杉村太蔵さんとか有名ですよね。ああいった、もともと議員でなかった方が1年生議員として、小泉チルドレンとして83人も当選したというのがこの郵政解散でした。同じように岸田首相も国民を味方につけて、民意として、民意を味方につけて、この政治資金解散というものを行えば、あるいは自民党が大きく議席を確保するといったような C プランもあるというふうに思ってます。給付金に関する新しい情報が出ましたら、またお話しさせていただきたいと思ってます。で、新しい情報が出ましたらすぐに動画でお話しさせていただきますので、新しいこういった給付金に関する情報が出たらすぐに知りたいという方はチャンネル登録をしていただければというふうに思います。あるいはこういった案ですとか、あるいは10万円の給付金、あるいは消費税減税といったようなことに対して、賛成、反対の一言だけでもいいので、ぜひご意見入れていただければというふうに思います。こういった給付金に関する動画出させていただくと、本当にたくさん再生していただいてます。たくさん再生していただいてるんで、コメントも多いんですけれども、ということは、もうおそらく、政治家の方とか、あるいは自民党の方とか、もうたくさん見ていただいていると思います。ぜひ我々の声を少しでも届けたいというふうに思ってますので、コメントにそういったお声、本当に先ほど言ったように一言でもいいので入れていただければというふうに思います。ぜひその声を届けたいというふうに思ってます。最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。